今年の4月、庭に思いがけない訪問がありました。ここに住み始めて10年になりますが、庭で鹿を見たのは初めてでした。以前の動画で生垣が何かに食べられているという話をしたことがあります。そして今回、鹿を目撃する数日前から、また同じように生垣が食べられていることに気づきました。こちらは前回の大雨の影響で倒れたくるみの木。ある日、川沿いから大量の煙が立ち上がっていることに気づき、見に行ってみることにしました。我が家の川沿いの土地にはサービチュード・ドゥ・マーシュピエという仕組みがあり、私有地であっても歩くための通路が確保されています。私たちの住む村では、その通路の草刈りなどは役場が行ってくれているそうで、今回連絡したところ、通路の邪魔になっている部分の木は切ってもらえることになりました。この地域では、焚き火は厳しく制限されていて、枝や草などをこのように燃やすことは基本的にできません。ただし、この時期は地域一帯の自然災害対応として届け出をすれば期間限定で可能になっていました。この日は雨が降っても数日間消えず、正直ちょっと心配になるほどでした。
この春、キッチンの壁を白に塗り替えました。その際、キッチンのデコレーションも少し変えてみました。その様子はもう一つのチャンネル、アンティークとブロカントめくりで紹介しています。もしよろしければぜひチェックしてみてくださいね。さて、この春、ショート動画で種から育てる様子を紹介していたコリアンダーがいい感じに育ってきました。今回はそのコリアンダーを使ってよく作るお気に入りのピリ辛ピーナッツ麺を作りたいと思います。レシピは概要欄に載せています。作り方はとても簡単で、ソースの材料をすべて混ぜ、茹で汁を少し加えます。そこに麺を入れて絡めるだけです。中華麺がないので、私はいつもパスタで作っています。皆さんは何も作りたくない時に作る簡単レシピはありますか？おすすめがあればぜひ教えてください。季節の移り変わりがいつもより早い気がする。そう感じたのは3月にイチゴとアスパラガスが並んでいるのを見た時でした。我が家のさくらんぼも例年より1ヶ月ほど早く食べ頃になりました。以前の Vlog でイチゴのおすすめの食べ方を聞いた時に、モッツァレラと合うとコメントで教えていただいたことをきっかけに、フルーツを料理に使うのが好きになりました。昔はサラダにリンゴが入っているのが少し苦手だったんですが、味覚も変わってくるものですね。モッツァレラと合わせるもので一番気に入っているのは桃です。この冬は柿とカブのサラダもよく作っていました。今年はこのさくらんぼを軽く炒め、赤ワイン、レモン汁、塩コショウ、バターで作ったソースをお肉に合わせてみました。これもなかなか美味しかったです。そして一番手軽で気に入っているのがこのブラータチーズのカプレーゼ。オリーブオイルと塩コショウだけでいただきました。皆さんはどんなフルーツの組み合わせがお好きですか？ぜひコメントで教えてください。こちらの動画をご視聴いただきありがとうございました。